BTS のパフォーマンスで目が離せないのは、やはり圧巻のダンス。7人の個性が光りながらも、一糸乱れぬクールなダンスは、アーミーを虜にしてしまいます。今回は、そんな BTS のダンスの中から、圧巻のシンクロ集をご紹介。映像を見るだけで痺れてしまうかもしれませんのでご注意ください。シンクロ率が神レベルの楽曲5000。超絶ハードだと言われる BTS のダンスパフォーマンスですが、そのシンクロ率は神レベル。圧巻のダンスは、アーミーを増やしてしまうほど魅力満載です。シンクロダンスは、韓国では、ポピュラーでカルグン部と呼ばれています。体の動きは、もちろん、指先など細部の動きまで、まるで、刃物、韓国語で、カルのようにピタリと揃えるのがカルグン部の特徴です。BTS の7人の動きは、まさに息はぴったりで、過酷なダンスに、どれほどの練習を積んでいるのか、想像もできません。そして、シンクロしていながらも、7人の個性によって化学反応が巻き起こるのが魅力の一つ。今回は、コンサートでも、大人気の5曲にスポットを当て、神レベルなダンスをご紹介したいと思います。DNA。MV の再生回数が14億回を超えるほどの人気を誇る DNA。シンクロダンスと聞いて、真っ先に思い浮かぶのはやはり DNA ではないでしょうか。メンバー同士が手をつなぎ、DNA の螺旋構造を表現した振り付けと、その特徴的な足さばきが印象的な楽曲です。見ているだけで難しそうなステップを、シュガは、靴の裏にガムが張り付いたようなダンスと表現していました。独特ですが、妙に納得な例えですね。横一列に並んだラストシーンの振り付けは、まさにシンクロしていて、DNA の見どころになっています。テレビ番組に出演した際には、靴音までが見事に揃っていると話題になったこともありました。一糸乱れぬとはこのこと。DNA の振り付けを担当したのは、iNews やフェイクラブも手掛けたソン・ソンドゥク氏。ビッグヒット創設メンバーで、初期の振り付けを多く担当しており、カル舞踊のスペシャリストとも呼ばれる人物です。ジンによると、DNA は、ソンドゥク氏が10日間かけて徹夜しながら作り上げた渾身の振り付けなのだとか。大変な思いをしたのはソンドゥク氏だけでなく、メンバーも振り付けを覚えて踊りこなすことに一苦労だったそう。RM は、僕は、一体、いつまでダンスを習い続けなければならないんだと思ったと話しています。パワフルでキレのある DNA のダンスは、高いシンクロ率と運動量が必須。曲のテンポも速く、飛んだりしゃがんだりするため、BTS のダンスの中でもかなりハード。練習動画では、通して踊り切った後に、メンバーの息が上がっていることがわかります。それだけハードなのにもかかわらず、シンクロ率はお見事。さすが BTS ですね。ファイヤー。エネルギッシュな振り付けが、最初から最後まで続くファイヤーも、2016年発売当時は、最も難しいダンスと言われていました。今振り返れば、BTS が常にハードなダンスの記録を更新していることがわかりますね。振り付けを担当したのはアメリカ出身のキーオン・マドリッド氏。夫婦ダンサー、ケオネ&マリとして世界的に活躍する人物です。ダンス教育に力を入れているだけでなく、過去にはジャスティン・ビーバーやビリー・アイリッシュともコラボしています。ファイヤーのメリハリがある素早い振り付けは、曲が盛り上がる終盤に差し掛かるにつれて一層ハードに。こちらも体力の消耗が激しい楽曲となっていますが、その分、終盤でのシンクロダンスは気迫に満ちていて目が離せません。終始踊り続けるファイヤーの振り付けには、どうしてこんなに大変なんでしょうかとジョングクが漏らすほど、シンクロ性とスピード感が重視されたダンスは、さぞ練習したことでしょう。見ていて気持ちがいいほどシンクロしていますよね。アイドル。一度見たら忘れられない印象的な振り付けが魅力のアイドル。個人的には
かなり中毒性がある楽曲だと思います。ファンも多いですよね。メンバーは口を揃えて歴代級に難しいダンスだと話していました。ダイナミックでインパクト、そして細やかなステップ。全身運動の多いアイドルは体力だけでなく、最後まで踊り切る集中力も必要になってくるほど超絶ハードなダンスです。足を高く上げたり、手を大きく振ったり、飛んだりとかなり揃えにくい振り付けばかりですが、BTS は圧巻のシンクロダンスを披露しています。正直、これはライブでできるかなと心配になるほど、体力の消耗が激しいダンスですと自民でさえ不安の色を見せていたアイドル。何曲も披露するコンサートで、これほどのパフォーマンスをこなすメンバーには頭が下がりますね。一体、どれほどの練習と体力作りをしているのでしょうか。そんな、極めてハードなアイドルの振り付けを担当したのはリエハタ氏。日本人の父とフィリピン人の母を持つダンサーで、K-POP を中心に、レディー・ガガやEXILEの振り付けも行っている世界的な振付師です。BTS では、アイドル以外にも、マイクドロップやエアープレーン、BT2、アンパンマンを担当しています。メンバーにも歴代級だと言われた振り付けがシンクロするアイドルは、まさに痺れるかっこよさ。ついつい見入ってしまいます。そんなアイドルを超えた最高難易度を誇るのがONです。RM がアイドルよりも大変なダンスはもうないと思っていましたが、さらに大変でした。これは一度踊ると疲労困憊になる曲ですとため息混じりに語っています。進化を遂げる BTS のダンスですが、ONのハイレベルなダンスはまさに圧巻。力強いシンクロダンスからは強烈なカリスマ性を感じます。中でもダンスブレイクは見どころ満載。地に足がついていないかのような軽やかなステップがシンクロする様子には、瞬きするのを忘れてしまうほど。プロダンサーでさえ、5日間寝たきりになるほど凄まじいダンスと表現しているONの振り付けを担当したのはシエナ・ララウ氏。ディオニュソスも担当した彼女は、当時まだ18歳という若さでの大抜擢でした。シエナ氏は、ONの MV に自身もダンサーとして出演しています。かっこいいと話題を呼びましたね。バックダンサーとの一糸乱れぬパフォーマンスも必見です。ドープ。いきなり序盤からシンクロダンスに釘付けになってしまうのがドープ。クオリティの高いシンクロダンスが魅力です。振り付けはファイヤーと同じくキーオン・マドリッド氏が担当しています。2015年にリリースされたドープですが、この頃からすでに BTS のダンスはどんどんハイレベルなものになっていました。そのことについてバン PD から尋ねられたジンは、もう少し簡単なダンスだと嬉しいですと答えたそう。それを受けて、ジンの意見を尊重すると答えたバン PD でしたが、その後リリースされたのがドープでした。ジンの思いは一体どこへ行ってしまったのでしょうか。報われなかったジンは、こんな速いダンスは生まれて初めて見たとこぼしていたのだとか。テンポの速いドープは音楽に合わせて踊ることが難しいダンスですが、それでも BTS は難なくシンクロしています。練習動画での7人の足音は気持ちいいほどぴったり揃っていますよね。アップテンポなシンクロダンスは見ているアーミーのテンションも一緒に引き上げてくれます。ドープはコンサートでも盛り上がること間違いなしの楽曲です。まとめ。今回は BTS のダンスに注目したシンクロ集をご紹介しました。あなたが好きな楽曲はありましたか？どの楽曲のダンスもすごすぎて、練習を重ねるメンバーに思いを馳せてしまいます。クールなシンクロダンスは、見ている人を骨抜きにする魅力にあふれていますが、BTS の振り付けはハードなことで知られているため、怪我などしないようにしてほしいですね。今後の BTS のパフォーマンスを楽しみに、これからも応援していきましょう。